おはようございます。画家の小木曽と申します。こちらは今描いている絵を少しお見せしておきますが、今日はですね、一番オーソドックスな透明水彩で、一番オーソドックスな方法で、一番オーソドックスな、風景の描き方ということで、お見せしようと思います。遠近感を出していくとかですね、土台を作るであるとか、細かい描画をするとか、皆様にとってこういうことをまずしっかり基本的な風景の基本として、持っておくと他のものに応用ができていきますのでね、いきなり上手になるんだっていうよりはコツ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 カツコツコツコツカツコツでございますので、皆様頑張って、制作励んでみてください。ごゆっくりどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。鉛筆でまず下書きをしていってますが、今日ちょっと水彩画風景画の基本ということなんですけども、鉛筆 HB あたりで下書きを取っていってます。いろんな水彩のちょっと基本的なことをまたお話ししていきましょうね。水彩絵の具というものであるとか、あと紙、これはキャンソンボード、キャンソン紙と呼ばれる紙が貼り付けられている厚紙にですね、ものを私はいつも使用してます。これまずですね、水だけで塗っていって、綺麗な水だけですね。紙の種類もそうですね、いろんな種類があります。いきなり紫でにじましました、ボワボワボワとね、水だけで塗ってある状態にしてあると、このようににじんでいきます。透明水彩っていうのはこういうにじみとかですね、ぼかしとかそういったものも使っていくことができますし、基本的な方法ですので、ここのところなんかすごく綺麗ですので、ぜひ見ておいてください。で、紙の種類もいろんな種類あります。もういろんな会社からいろんな種類、どれ使っていいかわからへんっていう人も多いと思うんですけども、私もよう分かってません。機会があれば、こんな紙使ってみて、こんな紙使ってみて、私の感想を言う回みたいなのもあってもいいかもしれませんよね。例えば昔からあるようなアルシュなんていうのはフランスかな、アルシュですからね、木炭紙なんかも作ってる会社ですけども、非常にちょっと高価であります。でも海外の人からするとですね、海外に在住の方からするとめっちゃフランスとかで安いんですよなんていう風に言いますけども、アルシュなんていうのとか、あとはワトソンなんていうのは日本の会社ですかとか、キャンソンとかもそうですね。あとビファールとかですね。あと何がありましたっけ、ラングトンとかですね。いろんな水彩紙あります。やっぱ自分で使ってみて、自分に合うか合わないかっていうのを試されて、私なんか結構書いてみて、こんな感じやな、ちょっとざらつくなとか、これ吸い込むなとかですね、なんかそんなん感じたり、あとはちょっと紙の厚みみたいなのもありますよね。薄くもうちょんと書いていく人はあまり厚くなくてもよくて、水をたっぷりこのようにつけていくならば厚い方がいいかなという人もいますし、2つですね、ブロックタイプみたいなものと、要は一枚一枚が剥がせるというかですね、ブロックタイプのものと、あとなんかリングがくるくるくるっとくっついてるやつありますよね。ああいうタイプのものもあります。そういうやっぱ動画作らんといかんですね。私もあんまり専門的じゃないので、私がズブズブの関係にあります渡辺画材さんとお話ししながら進めていくという、多分顔出すの恥ずかしいって言いそうなんで、もう80ぐらいになるんちゃうかな。でも頭はもうすごくしっかりされているので、生き字引的なですね、またこうやって土台作ってってますよね。これだけでもですね、透明水彩、まず、ですね、美しく描けます。ちょっと水を多めにして、そこにちょんちょんと差し込んでいく。で、土台はこれあえて紫系にしておきました。青とか紫とかですね、ターコイズブルーみたいな色がスカイブルーって書いてありましたかね。とか紫とかを、水を多めに、これはほぼ水ですね、に、土台にして。で、こういう風にしてですね、偶然的に使ってあげたりすると、もうそれだけでも十分綺麗になりますので、初心者の方とか用にこれ作ってありますよ。で、前後関係を出すために右側のとこなんかはだいぶ濃い色がゴンと置かれていて、奥に行くとちょっと薄めにしてとかですね、輪郭もですね、ぐっと暗くなっているところを作ったりとか、柔らかくしてるとことか、左側なんていうのはちょっと左の方からちょっと光が来てますよとかっていう風に分かりますかね。
っていう、これ外側から今決めてる仕事ですね。内側外側みたいなのの外側から決まるところがあったり、全部べったりこう同じ色を塗るよりは、このようにいろんな色を塗っておいてあげた方が後で効果が出てくるという透明水彩はですね、ことが多いですので、皆様こういったことも参考にされてみてください。奥行きみたいなのも出しながらですね、で、絵の具に関して、絵の具、先ほどは紙の話しましたね。いろんな紙、アルシュだったり、ワトソンだったり、ビファールだったり、ラングトンだったり、なんかいろんな会社がありますので、例えば私はカップラーメンだと、日清さんが好きとかですね、あとどこですか、明星チャルメラさんが好きとか、いろいろありますよね。で、そんな感じだと思います。違うのか。本当自分の相性みたいなのはありますのでね、一通り使ってみることをお勧めしますけどね、どれがいいですかって聞かれてね、もう失敗したくないのでって。でももうやっぱ自分がこう描いていきながらも変わっていくと思いますし、私みたいにこう、紙に合わせて絵を変えるなんていうことができるといいんですね。ちょっとポンと置いてみたら、あら、こんな感じやな、じゃあこんな感じの絵ちょっと描いてみようかなとか、ああいうことができても。で、今これはですね、上の葉っぱの部分描いていってますね。こう白樺の森描いていってます。なかなか九州の人間には憧れるですね。で、こういうビリジャンみたいな色も置きながら、若干こう紫系、青系を置きながらですね、徐々に僕はこうまず土台を作った後に、濃い色とかを置いていきます。土台を作る。そしてこう多めにこう水をしておいて、こうやって垂らしてみて、ある程度平滑に塗れる。今こう紙自体を動かしてるわけ。ピューピューと。そうすると周りの色と馴染みますよね。そうすると多少こう平滑に塗れるというか、フラットに塗れたりしますので、フラットに僕もあまり塗れない人なんですが、多分紙の種類とか、なんかいろいろ水の量とかあるんでしょうね。そういうのはぜひ皆さん本とかも買われてみたらいいんじゃないでしょうか。水彩画家、プロの方みたいな本がありますので、私はいろんなことやりすぎてもう訳がわからない状態になっているという、いつものことなんですけどね。で、下の方の土台もちょっと置いていこうかなと思ってます。大きくですね、基礎を作る感覚です。基礎を作るというか、でん細かい描写というよりは、まず、影があって大体の大まかな色の土台をボンボンボンと置いていって、ちょっと手前の方は鮮やかな黄緑色みたいなのを置いていってます。空気遠近法的な考え方でいうと、手前の方はどちらかというとサイドが高く、これまた紙を動かしながら下に今度は絵の具が垂れていくようにしていますね。空気遠近法的な考え方でいうと、奥の方になると少しこうサイドが抑えられた状態でというかですね、わかります？サイドっていうのは鮮やかさですね。こっちの方はほら黄緑色みたいなの置いてってるでしょ。鮮やかな色で、ちょっと中継とかになって奥の方になってくると青系の色とかっていう風になって、手前は暖色、奥は寒色といった感じ。これ空気遠近法的な。そして、奥の方はちょっとこう白いもやがかかったような状態みたいなのを置いていくのが空気遠近法です。だから遠近法もこれ濃い遠近法、線遠近法とか対比遠近法、コントラストとかをつける。今手前の方ググと外側が白、木の中が内が濃いとかいうのをつけていきながら土台を作っていってることがわかるんじゃないでしょうか。そして画面全体を見るという、これはもう本当パウル・セザンヌ的な描き方です。今外側描いていってますね。外側を描くことによって中の木が明るく見えるということを今土台をしていっている状態ですね。外側から暗い色どんどんと描いたりとかでっていうことを行っていってます。5時ですけどね、今ちょっと咳が聞こえてるかもしれませんが、恐竜男が咳込み出しました。で、外側を描いて、今描いていっているの分かりますか？これは筆は名村さんの筆ですね。これはなかなか描きやすかったですね。もう筆もいろんな種類あります。もうこれも本当にですね、カップラーメンやったらどこのカップラーメンが好きですかというような感覚もあると思いますので、いろんなの試されてください。これがぜひおすすめですって僕言い切れないんですね。なんていうかね、業者さんに忖度ができない男、小木さん誠でございます。すみません。よろしくお願いいたします。選挙みたいになってきましたね。
でちょっとこう葉っぱなんか描くときには一枚一枚描こうというよりはもう大まかにこうちょっと明るめの今葉っぱをちょん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 という風に描きながら後でこう隙間を暗いとこ描いていこうかな。でも画面全体を見たときに左の方はちょっと力がなかなか及んでいないなということで、これで一応右側の方にドンとこう強いコントラストを持ってきてますね、木のところ。それによってもうある程度奥行きみたいなのできているので、そこのベースは壊さないようにしながら手前の方の葉っぱは少し大きめに、中径は細かくとかっていう、もちろん手前も細かい葉っぱも描きますけども、大きい葉っぱを描いたりで、ちょっと奥の方もぐっとこう強く一回してみようかなと。そのバランスをちょっと葉っぱですね、これ奥の方というか手前の方にせり出てきている葉っぱなので、濃いのをだんだんと開いてきました。そうすることによって手前奥みたいなのがちゃんとこうですね、これ手前の方に葉っぱが出てきているわけですから、ぐぐっと濃いのを置いてですねっていうことをしていってます。画面の全体の中でどれぐらいの色がいいかなという判断をしていっているわけでございますね。チュン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 とね、ベタっと塗る、大きく塗るとこ、細かくチュン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 と描くところ、そしてまた同じようにフラットに塗っていこうかなと思って画面を動かしていくということをしながらですね、色に関しても皆さん本当にいろいろ試されてみてくださいね。で、筆のちょっと偶然的な使い方というかですね、これは今線を引くというような感じをしてますけども、偶然的な筆のいろんなバリエーション、使い方のバリエーションみたいなのが増えてくるといいんじゃないでしょうか。で、今外側から描いてみてとか、内側からここなんかグーっと濃く描いて、全体の中でちゃんと奥行きも出てるかな、外側のところの暗い色今描いていってますとかですね、内側の暗い色描いていってますとか、外側の暗い色描いてもらうとかっていうことが繰り返されてるの分かりますかね。こういうのはライブペイントで実は見せているんですよ。ライブペイントもいっぱいありすぎてどれから見たらいいか分かりませんっていう人はですね、またそういうこれから見てこういうところ見方こう見たらいいんじゃないですかみたいな動画も作れたらいいかもしれませんねということでね、ちょっと枯れた葉っぱが落ちている地面の見えている部分なんていうのの土台を描いていっているわけですね。これはね、イエローオーカみたいな色ですね。で、こういう色も単色をポンと置くわけじゃなくて、少しいろんな色、もうちょっと茶色バーンとシェンナみたいな色混ぜてみようかなとかっていうこととかをいろんな色を塗りながら少しずつ差し込んであげると、透明水彩の面白さというのはよく出てくるかなと思いますよ。で、枝みたいな細かいもの、そして外側の暗い色を描いたり内側を描いたりということで、木が徐々に出てきているの分かりますか？で、こんな感じでちょっとずつ進みながら、小さい筆、筆の種類みたいなのも細めの筆、これ細い筆ですね。細めの筆で細かい描写をしながらとか、大きい面積をベタっと塗ってるとこもあれば、ちょっとこれなんか細いのでちょん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 、それで形の出し方ももう木ばっかり描くっていうよりは木の外側を描いてあげる。これ大きくベタ塗りをこれしていってるとか、これちょっとにじましているとか、ね、いろんな描き方してるの分かりますかね。早すぎて分かりませんっていう感じですか。そういうバリエーションみたいなのがどんどん複雑になってくればなるほど、見る側に描き方がね、一番初めに土台で作ったにじまし方みたいな感じから始まって、大きな面みたいな始まって、ベタ塗りみたいな始まって、細かい描写が始まったり、筆の偶然的な使い方があったりとか、線を今必然的な線を引いたりとかっていうことが繰り返されていくと、徐々にこういう自然の本当に持っているもののリアリティに近づいてくるのではないかなと思います。今後ろのとこ濃く描いてますね。描いたり、そしたら手前のとこもうちょっと濃く描こうかなと。画面のバランス考えた時に左の方弱いなとか、今左の方ちょっと手が回ってきましたでしょ。なんとなく自分でも描いてて分かるんですね。これは編集した後に音声入れてるんで、でも多分こういう風な動きする私のパターンでしょ。左の方ちょっと画面の中でコンポジションとして弱いから、こっちの方行こうかなとかっていうのはなんとなくわかるんですね。このように画面全体を、これは本当にスケッチとかしたり絵作りということをよく言うんですけども、皆様の作品とかをいっぱい見させて、これサンプリングと言ってですね、皆様から実際にこういう問題あるなとかっていうことを最低ですね、私はもうそーっと2好評というので見させてもらったら、そうか、写真をいっぱい使うことが増えてきていて、それに関して僕は否定的なことを言うてるわけじゃなく、そうなってくると絵作り、画面作りということがやっぱり苦手
手な方が多いんやなっていうのが分かりました。現場で書くとですね、本当に例えば30分とか1時間って時間の制約が絶対あるんですね。もちろんその場で何度も行かれて書くことができる人もいるんでしょうけども、なかなかそういうのが難しい人も多いじゃないですか。だから今日1日でここで3時間しか時間ないですっていう時はですね、やっぱりですね、そのものの印象とかを捉えることがまず大事になりますね。で、時間が余ってくればもともと書き込みとかなるんですが、局部的に書いていったらその時間というのは足らなくなってしまうので、まず画面の中で構成をするということとか、印象を捉えるということをするためには、このように画面全体を見るということをしながら、ディティールもちょっとずつ時間余ってきた、よかったということで書けるわけですね。これは今写真見ながら書いているんですが、私はそういう現場で書いてみたスケッチのコツみたいなのとかも上げてます。実はそういうことをやっているんですよ。だから30分で書きましたとか言っても、それなりにギリギリそれなりに作品になっているのがあると思います。そして濃いのグッと置くと、ほら手前に、見えてきましたよね。周りの色とのコントラストによって暗い色グンと置くことによって見えてきたと。もちろんですね、奥の方に濃い色を置くことも可能ですよ。奥の方に濃い色を置いたら、そのモチーフの周りの色とかのコントラストを考えて、周りの色も濃く置くということをしていけば、奥行きというのは出てきます。これは空気遠近法的に奥が白く薄く白くしていってる、遠近法の出し方をしてますが、逆に暗くどんどん闇に入っていって、奥の方は暗い、木があって暗い背景があってぶつかりが弱くなってとかっていうこともできますので、もちろんいろんな遠近法という方法です。メソッドでございますよね。方法がありますので、徐々にディティールを書き、ディティールというのは細部という意味ですね。手前の方の葉っぱ等々暗い色も置いて、葉っぱ白い緑色の明るい葉っぱを浮き上がらせるということをしているわけですね。そういうふうにですね。で、これはですね、激落ち君的なスポンジに水をつけて、きれいな水をつけて、コシコシと拭くと、ティッシュでポンポンとすると、少し色が取れます。これによって向こうから白い光が差し込んでいますというのが表現できればと思ってやっております。やりすぎるのもちょっと難しいかもしれませんのでね。さあ、あとはディティールを描いていきますよ。水とどんどん自然の持つ複雑さをちょんちょこ描いていって、デテールを描いていっているわけでございます。細かくなってまいりました。この辺はもう今期、こういう絵を描きたいならば、いや、私はこんな細かい絵描きたくないですという人は別に結構ですよ。もっと大胆にバン、ドン、デン、ダンっていう感じの絵描けばいいんですね。で、今回に関しては少し密度上げていくようなことをちょんとしていくことによって、手前にぎゅーっと奥から手前に来ている感じが少しずつ表現できてきたかなと思います。左側の大きい葉っぱですね。これちょっとまだ雑やなっていうので、最後の方はこの辺りを書き込んでいくということで、全体を見ながら書きながらモチーフも外側内側を書くことによって、木単体で見えてくるんじゃなくて、そして奥行きみたいなものも表現ができてきて、この手前の葉っぱの部分っていうのをもちもち土台を作った後にディティール、ここですね、細かい手前にある部分っていうのも描いていって、モチーフの中外、こういうところも中外描いてるんですよ。今外側描いていますね。暗い色で描いていったら、そうした明るい葉っぱが浮き上がってくるというか、黄緑色の葉っぱが浮き上がってくるような感じになってきたことがわかるんじゃないでしょうかということで、ほとんど息継ぎなくベラベラ喋っているというね。私はだいたいこういう録音しているときはもう基本的には休憩せずに一気に20分ぐらい喋り続けるというですね、めんどくさがりなので、編集をしたくないという。で、今、ちょっとずつ最後ディティールを書いていきながら、ある程度、いい感じになってきたかなという感じで、お腹が空いてきたら終わるとかっていう感じで、もちろんね、もう延々に、書くことはできますが、透明水彩の場合っていうのはやっぱりあまり、やりすぎると紙も傷んできますので、いい段階、3層、4層ぐらい塗られたら、それぐらいでサインを入れて終わりといたしました。どうですか？できそうな気がしてくるという小木曽誠の動画でございました。皆様ね、頑張って制作頑張ってください。解説は以上です。
ご視聴ありがとうございました。どうですか？もう本当にこう透明水彩らしい一番ベタな描き方ですけども、それをコツコツ積み上げていくとこのような感じの作品となっていきます。皆様もですね、ぜひですね、こうやってですね、まず土台を作ってみるとか、その時若干遊んでみようかな、怖いけどやってみようかなとかですね、そういったこともぜひ試されてみてはどうでしょうか。奥行きを出すためにこことここのコントラストをつけてあげるんやでとかっていうことも分かってくると、絵の中でどこを見せるか、どこをどう出すか、どこが奥なのかっていうことが初めの段階でしっかり作られてくると、絵に深みとかも出てきますので、ぜひ頑張ってみてください。ではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。